糸秀の改善3分間レッスンを始めます。テーマは袋小路の作業者の敗因です。作業量によって配置人員を増減する場合です。加工する材料や検品する商品など作業台まで運搬するときに作業台の場所によって大きく運搬距離が違います。例えばこのような袋小路まずないとは思いますけれども、ちょっとデフォルメした図になります。例えばこの1番と2番の作業者の部品の供給はこの青い線で示されます。完成したものはこの右側の矢印、青の矢印になります。非常に短いですね。それが5番と6番の場合ですと、部品の供給はこの左側の赤い線になります。ここまでいかなかったですね。当然製品はこちら側の右側の赤い線になります。これだけ作業台の場所によって運搬距離が大きく違います。この事例ですと6人いつも6人全て配置するんであればもう仕方ないんですけれども、例えば非常に生産量だとか作業量が多い場合6人で、少ない場合は例えば2人とか3人でやる場合ですね。こういった作業量の変動によって人員を変えていく場合、増減する場合ですね。こういったラインの時は敗因する優先順位をつけてあげると運搬距離が短くなります。総運搬距離が短くなります。ただですね、もういろんな工程見ましたけれども、例えばこの作業台とこの作業台のやる作業の内容が違うとかですね。例えば5番の作業員がもう自分はここですという中ですね、作業台を決めてしまっている。こういった場合ですと、例えば3人で十分作業ができるのに1、2、3が空いて、例えば 4、5、6に配置した場合ですね。せっかくここ近いところが空いてるのに運搬距離長いところを使っていると。こういった例ってですね、結構いろんな工場、いろんなラインで見かけます。ですからどの作業台でも同じ、どんな作業でもできるということ。それから作業者に自分の作業台を決めさせない。誰でも使えるという、そういったことをすることによってこの図の1、2、3、4、5、6ですね。この順番ですね。例えば3人であれば1、2、3。5人であれば5まで。そういう形できちっと範囲して作業をすることがトータル的な運搬距離が短くなる。そういう形になりますので、皆さん自分のラインをよく見て、こういったことが起こってないか見てください。